こんにちは。まいです。前回の動画からちょっと時間が空いてしまって申し訳なかったんですけれども、その時間に、私は前の動画で紹介しているカナダ人の男性と結婚しました。で、その結婚したことで、入籍だったりとか、引っ越し、あと、ほぼ同じタイミングで、旦那さんがカナダの会社からレイオフを受けたりっていうことが立て続けに起こって、ちょっとドタバタしていたんですけれども、国際結婚ってどうなのとか、今どんな感じで暮らしてるのとか、いつカナダに行くのとか、名前はどうしてるのとか、本当にいろんなことを周りの方から聞かれることが多くって、なので、ちょっとこの動画でまとめようかなっていうことで今カメラを回しています。はい。これから、国際結婚される方とか、今国際恋愛中の方とか、海外の人と付き合ってみたいなとか、留学先で、恋愛をしてみたいな、みたいなことを考えている方の、ちょっとでも助けになればいいなっていうことで、動画を撮りました。今日はフリートークなので、お見せする素材というか、画像が全くないなって思ったので、とりあえず顔写しとこうかって感じで写してるだけなので、特に深い意味はないです。初めて私の動画を見てくださる方とかもいると思うので、簡単に自己紹介をさせていただきます。フリーランスでマーケティングとかコンサル周りのお仕事をしていて、ただ日本の、東京の会社さんと業務委託でお仕事をしていたりとか、あと自分で会社を作ろうと思っていて、今企業準備中っていう形です。なので割と場所を選ばずに、どこでも時間とか場所に縛られず働くっていう形が叶っているのかなと思います。はい。で、年齢は今29歳の年なんですけど、早生まれなのでまだ28歳っていう感じですね。私の海外での経歴っていうところでいくと、大学時代とか全然関係ない学部に属してたので、それまでは全く海外志向も、彼女もないくらいな感じだったんですけど、大学卒業旅行でハワイに一人で行ったんですね。ハワイ一人で行くとこじゃないと思うんですけど、一人で行ったんですね。とりあえずもうノリと、その当時の行動力で行って、そしたら、平日の日中とかですけど、ビーチバレーとかサーフィンとか、すごいチルな感じで楽しんでる大人たちを見て、こんな世界あるんだって思ったのが最初、海外に惹かれた理由ですね。で、そこから、社会人として働いていく中で、社会人留学をしようって決めたんですけど、決めたタイミングぐらいで、コロナがちょうど来て、一回叶わなくなって、で、それ本当はカナダに行く予定だったんですけど、カナダ一回国境が封鎖されたりとかもあったので、一回カナダ行くのやめて、ちょっとコロナ落ち着いた頃に、別のヨーロッパの国に、学生ビザで留学行ってたっていう感じになります。それ自体は全然、短期で2、3ヶ月ぐらいかな。行ってただけなので、一応名目としては語学留学っていう形だったんですけど、その中ではもちろんペラペラに喋れるようになるわけでもないかったので、そんな短期間で。なので、あの、コロナで留学延期になってた1年とか1年半ぐらいの間かな、もうすごい英語も勉強して、で、それで留学に行ったっていう感じになります。はい。でも、もともと英語は好きで、あの、学生時代、進学校にいたんですけど、英語だけ抜きに出て成績が良かったので、英語に対してもともと苦手意識とかはなくって、旅行が好きだったりとか、いつか海外に行ってみたいみたいな憧れがあったので、地理の教科書とか、英語の教科書の中で出てくる海外の写真とかを、今でいう旅行雑誌ばりにすごい眺めてた記憶があって、それぐらい海外のよくわからない憧れなのがずっと子供の時からあったっていう感じになります。はい。で、今カナダ人と結婚して半年経つんですけど、私の場合は日本でしか入籍してなくって、自分の国だけで入籍しちゃうと、相手の国にいた時に夫婦って見なされないんですよね。でも私たちの場合は一旦日本で定住っていう形を一旦今は選んでいるので、カナダの夫の母国の方では私たちは夫婦っていうのを認められてなくって、日本だけで入籍しているような状況になります。今後カナダに移住とか、もしくはカナダ以外の国に行くってなったら、そっちの国で永住権とか夫婦っていう形を示す
手続きを行うかなって思ってます。そんな感じですね。はい。そうで、馴れ初めよく聞かれるんですけど、馴れ初めはですね、マッチングアプリです。マッチングアプリで、まあ、結婚相手を見つけるっていうよりか、留学から帰ってきて、やっぱりあっちで海外の人と自分は結構バイブスが合うって分かったので、日本人よりも海外の人とちょっと付き合ってみたいって思って、日本に帰ってきてから、まあ、向こうでも Tinder とか使ってたんですけど、まあ、その短期間の留学で付き合うまで発展しなかったので、まあ、もちろんといえばもちろんなんですけど、発展しなかったので、日本に帰ってからも Tinder は続けていて、その中で今の旦那さんに出会ったっていう感じになります。Tinder で海外の人と出会うのってどうやったら出会えるんですかとか、有料プランにグレードアップしましたかとか、いろいろ結構細かい質問いただくんですけど、そのあたりは、ノートの方に書いているので、こっちか、ノートの方に書いているので、こっちちょっと私の個人情報とか細かい、小ネタを含んでいるので、見バレ防止のために、まあ、顔出してるんですけど、見バレの防止のために、一応、有料で記事を公開してますので、もしよかったら見てみてください。今の暮らし、どんな感じの、まあ、お仕事とか、まあ、旦那さんも日本に来てるってことで、どんな感じの暮らしをしてるのってよく聞かれるんですけど、それもちょっと触れておくと、まあ、今私はフリーランスで働いてるってお話をしたんですけど、旦那さんは、会社員でカナダの会社に勤めています。でカナダの会社でエンジニアの仕事をしてるんですけど、エンジニアなので、まあ、別に、まあ、オフィスもほぼ合ってないようなもんらしくて、世界中どこでもまあ、ボスの許可が出ればどこでも仕事ができるみたいな感じらしくて、なので、日本にいながら海外のカナダの会社とお仕事をしてるっていう感じになります。はい。そうですね。まあ、なので今のこの暮らしができているっていう感じなんですけど、なぜカナダに移住しないかっていうところとかは、まあ、ちょっとこの後の話にも出てくるところとつながるので、一旦カットするんですけど、あの、逆になんで日本を選んでるかっていうところでいくと、まあ、今、私の地元の岡山県に住んでるんですけど、あの、夫がこの私の地元を気に入ってくれたポイントが、まあ、いくつかあるんですけど、一番大きなところが天気って言ってて、で、あんま知られてないんですけど、岡山って降雨率は低くて晴天率が高い。なので、晴れの国って呼ばれてて、で、本当にめっちゃ晴れなんですよね。もちろん梅雨とかはありますけど、梅雨の時期とかそういう、まあ、台風とかそういうのを除けば、まあ、災害も少ないですし、晴天率も高くって、冬でも結構天気がいいことが多いので雪も降らず。なのでそういうところが、寒い国で、特にケベックっていう夫の地元のところでは、冬はずっとグレースカイというか、雪か曇りか強風か吹雪かみたいな、そんな感じのところなので、そういうところで育った夫からすると、この岡山は結構気に入ってくれてるっていうところがあります。あと、私も夫も都市部はあんまり好きじゃなくって、私もキャリアを東京で積んでたこともあるんですけど、まあ、東京はもう結構お腹いっぱいで地元に帰ってきたっていうところがあって、で、旦那さんの方も、もう、大阪とか東京とか、日本に何度も来てるので、大阪、東京、京都とか、有名どころは行き尽くしてる人なんですけど、もう都市部はコリゴリというか、人が多いところとかはちょっと苦手だから、岡山がいいって言ってくれてるっていう感じですね。まあ、これもカナダ人らしいなって思うんですけど、カナダって本当に、お庭も広いですし、隣の家とか、その隣の建物との距離とかも割と日本みたいにキツキツじゃなかったりするので、他人との距離がある程度、まあ、いい具合に保たれてるっていう感じで、なので、まあ、ショッピングモールとかそういう大きいところに行ったとしても、日本みたいにその他人と肩がぶつかる距離で歩くとかまずないんですよね。地下鉄とかもないですし。なので、日本みたいに本当にこの人口密度が超高いっていうのが、まあ、特に日本の都市部ですね。それが耐えれないっていう感じで、今はここを選んで岡山に一緒に住んでくれています。なんですけど、まあ、今後もしそれが変わるかもしれないので、私たちのライフイベントとか、まあ、夫のキャリアとかによっては、海外移住とか、カナダに帰るっていう可能性も普通に出てくるので、まあ、その時々でベストな場所を選べたらなって思っている感じです。
で、あともう一個、夫がカナダの会社に勤めながら日本に住むっていうのを選んでいる理由として、カナダって結構給与水準高いんですよね。まあ、日本に比べると日本の平均年収の多分1.4倍から1.5倍ぐらいがカナダの平均年収なので、割とそのもらえるお給料の水準は高いんですけど、物価に合わせての、まあ、給料の高さなので、カナダに住んでたら入ってくる方も多いけど出てく方もすごい多いんですよ。で、でも、その日本に住んでたら、入ってくるもの多いけど出てくるものが少ないってなって、この日本にいる期間めちゃくちゃ貯金できるじゃんってなって、まあ私たちは今後子供のこととかも考えてたりするので、あとまあ移住ってなると結構なお金がかかったりとか、まあ、国によってはするので、そういう意味で今、セービングタイムみたいな感じでお金を貯める意味で日本に暮らしているっていうところはあります。まあそれはさておき。そんな感じです。で、今後、どこに住むかっていうところなんですけど、まあ、さっきお伝えしたように、私たちは子供を望んでいるっていうところもあって、まあ、そういう意味で、いろんな観点から今考えているところなんですね。で、今後、まあ、日本以外の場所に住むとしたら、ここは絶対に外せないっていうポイントがあって、それを5つご紹介すると、私たちの中では、特に私の中では、日本食が手に入りやすいところと、メインランゲージが英語のところと、天気がいいところと、子供の教、海が近いところと、子供の教育とか医療水準が高いところっていう、この5つを挙げていて、私の中の理想として。で、特に、メインランゲージ英語っていうところは、私の中で優先度結構高くて、まあ、日本語でもいいんですけど、まあ、そうなると日本しかないですけど、まあ、メインランゲージ英語って言ってるのは、なんでかっていうと、夫の地元の、そのカナダの東海岸のケベックっていうところは、あの、フランスの元植民地だったので、未だにフランス語が公用語なんですね。まあ、カナダ行ったことある方だったらわかるかもしれないんですけど、お菓子のパッケージとか全部フランス語と英語で2つ書いてあると思うんですけど、東海岸の方はフランス語を未だに使っていて、西のバンクーバーとかトロントとかそこら辺までは、旧イギリス植民地なので、英語を使っているっていうところで、西と東で言語が違うんですよ。で、夫は東側なので、私の夫の、まあ、義両親とかと私が会話しようと思っても、まあ、簡単な英語だったら義両親にも伝わるんですけど、基本もうフランス語しか、夫の親戚とかそういう集まりにいた時には通じないっていう感じになるので、ちょっとケベックに今自分が身を置くっていうのは現実的に厳しいかなっていうのは思ってます。まあ普通に仕事をするとかは、まあ日本と今リモートで仕事してるので、そのまま持っていけばいいので問題ないとは思うんですけど、日々の生活の中でそういうなんか集まりがあったり、パーティーとかあったりとか、義両親と会話をするとかっていうところで、毎回毎回つまずくのが結構、あの、しんどいというか辛いなっていうのがあって、もちろん今フランス語勉強中ではあるんですけど、まあそんなにすぐに言語って発達するものではないので、今そんな感じですね。で、同じくまあ夫も日本語を勉強してくれてはいるので、まあ、生活できるくらいになれば日本にずっと住むとかもあり得るかもしれないんですけど、私的には子供の教育は英語でさせたいなって思ってるので、そういう意味で日本にずっと住むかどうかはわからないかなという感じです。はい。あと、これもよく聞かれるのが、夫婦間の言語は何語を使ってますかって言われるんですけど、これは英語です。で、さっき夫の地元はフランス語が第一言語って言ったんですけど、旦那さんも日本人の教育と同じように、中学校1年生か、小学校5、6年ぐらいから英語を始めてる人なので、まあなんか、まあそれでもすごい、私よりも全然うまいんですけど、コミュニケーションをとっているっていう感じになります。国際結婚のいいところをちょっとお話ししようかなって思うんですけど、まあいいところ、すごい月並みな表現というか、月並みな回答になってしまうんですけれども、まず第一は世界が広がるところかなって思います。まあ世界が広がるっていうのは、言語が話せるかどうかっていうところにも伴うというか関連してくると思うんですけど、
例えばフランス語が喋れたら、フランスだけじゃなくって、カナダのケベックに住めたりとか、あと元フランスの植民地だったアフリカの国とかにも、じゃあ明日からそこに住もうって思ったら、まあそんなに、言語さえ通じたらそんなにハードじゃなく、引っ越しとかできると思うんですよね。あとまあお金の問題は別であると思うんですけど、まあそういう意味で日本語だけしか喋れないっていうよりかは、英語を喋れたりとか、パートナーが外国人っていうだけで、外に出るハードルは低くなるかなって思います。で、その住む場所だけじゃなくって、キャリアとかにも結構幅が出てくるかなって思うんですね。っていうのが、まあ、日本人が海外で働こうって思った時に一番まあやりやすいというか、イージーなのがワーキングホリデーのビザだと思うんですけど、まあ、あれも年齢制限があるじゃないですか。あの、まあ、配偶者が外国人であれば、その母国に自分が一緒に行くってなった時に、まあ、旦那さんに自分のスポンサーになってもらって永住権の申請とか、ワーキングビザの申請ができたりするので、自分一人でよくわかんない国に乗り込むよりかは、パートナーが一緒に行ってくれたら、申請しやすいというか、それによっても働きやすかったりとか、その国民と同じような保険制度とか、そういうものが得られたりするのかなって思います。まあ、ここは国によって違うとは思うんですけど。なので、まあ、選択肢が広がるってところですね。世界が広がるのと選択肢が広がるっていうところです。うん。あと、選択肢が広がるっていうところでいくと、子供の教育っていうのも、もし子供に絶対英語教育を受けさせたいとか、英語の環境の中で、インターナショナルスクールみたいな、英語の環境の中で学ばせたいとか、こういう教育がいいっていうのがもしある方だったら、日本だとやっぱり限られてしまうので、その中から選ぶってなると思うんですけど、そうじゃなくて、日本の外に出てしまえば、いろんな選択肢がありますし、学校によって教育方針とか、カリキュラムも全然違ったりとかするので、そういう意味で、教育に関しても選ぶ幅が広がるかなと思います。はい。はい。あと、嫁姑関係が結構楽ですね。これは物理的距離があるからっていうところに尽きるかもしれないんですけど、いちいちなんか、子供を作らないのとか、なんか、いやいや言ってこないので、義母がすごいいい人だからっていうところはあると思うんですけど、これはすごい楽だなって思います。旦那さんの実家にいた時に、あの、全然家事とか手伝わなくていいんですよね。もうなんか、お客さんだから休んどいてみたいな感じなんですよ。むしろ手伝ってくれるなぐらいの感じで、それがすごい私は楽ですね。で、日本人同士の結婚とか、私の兄弟とか見てると、やっぱり、旦那さんの実家にいたとき、奥さんは、実家の家事とか手伝わないといけなかったり、お正月とか、そういう行事ごとの時とかは手伝わないといけなかったりすると思うんですけど、そういうところもなんかジェンダーの感じとか、古いなっていうところは嫌なイメージがあったりして、そういうところですね。そういうところは、今の、理解ある両親でよかったなって思ってます。そう逆に悪いところ、国際結婚の悪いところ、これも言い出したらきりないんですけど、まず1個目は、やっぱり文化の壁は永遠だなって思ってて、これはもう一生分かり合えないところもあるっていう体で、そうなったらちょっと諦めも肝心だなって思ってます。はい。具体的にあったエピソードでいくと、私たち今ここ、賃貸で家を借りてるんですけど、賃貸の契約をするときに、旦那さんと一緒に不動産屋に行って、不動産屋の人が日本語で私に説明すると思うんですけど、それを旦那さんにトランスレートして英語で理解してもらってっていう、この二段階でのやり取りをしてたんですね。で、その時に、日本の賃貸契約書ってすごい分厚いじゃないですか。多分あれは、日本の賃貸の構図が、ちょっと独特っていうので、大家さんがいて、管理会社がいて、不動産屋がいて、自分みたいな感じで、結構間に入る人が多いから、その分、このサイン、
この契約書は誰々用、どこどこ用みたいな感じでいっぱいサイン書いたりとか、その分中身を理解しないといけなかったりとかすると思うんですけど、カナダで家借りるのって、まあ場所によると思うんですけど、めっちゃ簡単だったんですよね、私たちの場合は。ケベックでジムプール付きのコンドミニアム借りてたんですけど、普通に説明とかも30分以内で終わりましたし、サインも、まあもちろん、印鑑とかないんで、サインもクラウドサインで、夫がなんかミミズ貼ったようなサインを適当に書いて、それで終わって鍵渡されて、あ、どうぞ、みたいな感じで、30分ぐらいで入居できたんですよ。なんかそれに比べたら、日本の賃貸契約ってまあ、もし何かあった時に、ここに書いてあるでしょっていうので、細かくルールが決めてあるだけだと思うんですけど、なんか本当にこんなにルールいるかって思うぐらいめっちゃありませんか？そう、なんかそれが夫にとっては、もうこんなにガチガチだったら、もうなんか自由がないよみたいな感じで言ってました。まあそれはまあ私もわかるなって思うんですけど、私がカナダに行った時は、日本はルールが厳しい側で、厳しい方から優しい方に合わせるのは簡単なんですけど、夫みたいにルールが緩い国から厳しい国に合わせるって結構難しいと思うんですよね。なので、これまでなかった常識を急に押し付けられて、ルールはこういうもんだからって言われても理解がなかなか及ばないと思うんですよ。まあそういうところが夫がちょっと苦戦してたポイントですね。あとあれだ、いろんな人が家を借りる間に、まあ仲介業者だったり管理会社とかが入ってるから、そこに手数料のフィーを払うじゃないですか。それがまあ敷金、礼金だったりとかすると思うんですけど、それの意味がわからないって言ってたんですよね。別にそれ、じゃあ自分たちが大家さんに直接コントラクトすれば、ペーパーにサインしたら、その敷金、礼金はカットされるのかって言ったら、そういう問題でもないじゃないですか。そしたら不動産屋のビジネス成り立たないし。っていうことを言ってたりとか、あとまあ鍵交換代ですね。まあ、日本だとセキュリティ上、前の住人が同じ鍵持ってたら、鍵穴変えてなかったら、まあ侵入できるから、多分そういうセキュリティの面から鍵穴交換を、引っ越しのごとに変えると思うんですけど、そう、夫曰く、まあ、カナダとかアメリカって引っ越ししても別に鍵穴変えないらしいんですよね。まあ、夫曰くなんで、あんま信用しないでください。そう。なので、なんか僕は別に前の住人が鍵持ってても別に気にしないから、この鍵交換代の2万5千カットしてくれとか急に値切り始めて、はみたいな感じでした。まあそういう細かいことは日々もうゴロゴロとあるのでちょっと思い出せませんけど、まあそんな感じですね。はい。まあ文化の違いはそんな感じで、あともう一個国際結婚大変だなって思うのが、言語の壁。これも永久の課題ですね。まあ、生活する上で言語がそんなに障壁になるってことは今はないんですけど、でもまあやっぱり細かいニュアンスとか、私はこういうふうに言いたいけど、ちゃんとこれが伝わってるかなとかっていうのは、まあ日本人同士でもなかなか住んでるエリアとか方言違ったりしたら、そのニュアンスって難しかったりすると思うんですけど、それがまあ国を越えて起こってるので、まあそういうことはずっとこれからもあるかなっていうので、一種の諦めモードに入ってます。でも、まあ、諦めたと言っても、まあ英語の学習はもうずっと続けないとなっていうのは思ってるので、まあ、そんな感じで、これからも英語は続けていこうかなと思ってます。あと、まあ、フランス語も一応今勉強しています。はい。で、ここからは、別にいい悪いじゃなくて、私が困ったこととか、国際結婚で感じたこと、気づきとかはちょっとシェアしたいなと思うんですけど、まず一つ目が、結婚に対する考え方が全然違うっていうところ。まあ、これは国がどうっていうより私と夫の間での話なので、カナダ人が全員そうとか、欧米人が全員そうってわけではないんですけど、そう、夫は、わかりやすく言うと、結婚に対して、すごくこう、ドラマティックに考えていて、例えば、私たちに子供が生まれて、まあ、子供生まれると女性ってやっぱり、子供が第一になって、旦那さんはちょっとその次くらいになると思うんですけど、まあ、それが当たり前だと思うんですけど、旦那さんからしたら、あの、結婚しても、結婚して子供が生まれても、パパ、ママじゃなくて男女でいたいっていうのをずっと言ってて、で、それは子供がいてもスキンシップだったりとか、デート行ったりとか、おしゃれしてとか、妻がずっと女性らしくいてくれるとか、そういうことが
パートナーに求めることだっていうのを言ってたので、結果を言えば、それができなくなったら、パートナーでいる必要がないっていうので、僕はきっぱり離婚を選ぶと思うっていう話を、まあ、結婚する前に普通に言ってたので、あ、そうなんだっていう感じだったんですけど、まあ、私も仮面夫婦みたいな感じで夫婦を続けるのは嫌なので、まあ、もしそうなったら、まあ、致し方ないというか、まあ、お互いを尊重するっていう意味で、そういう選択もありかなと思うんですけど、まあ、あともう一個、夫の考え方として、相手を大事にする前に、自分自身が一番大事というか、自分自身が幸せでないと相手を幸せにできないっていう考え方なので、そういう意味でも、私と夫のリレーションシップが例えばうまくいってないってなったら、そうなると多分夫は自分の人生を普通に選ぶ人だろうなって思います。で、まあこれは、夫の周りの友人とか、まあ、カナダ人に限るんですけど、を見てても思うんですけど、普通に離婚したりとか、離婚後の再婚率とか結構高いなって思っていて、まあ、それはさっき言ったところと通じると思うんですけど、まあ、まあ、この人と一緒にいる必要ないなって思ったら仮面で続けない。まあ、日本だと、社会的な体裁のためにとか、子供が大きくなるまでみたいな感じで、大人が我慢するケースが多いと思うんですけど、それは、ちょっとカナダにはなさそうだなって思いました。普通に離婚を選ぶなって思います。うん。そう。なので、子供が生まれても、できる限りパートナーシップは今のまま維持したいなって思いますし、そのために私もできる限り、まあ、女らしくというか、旦那さんが求める自分でいたいなっていうふうに思ったりするので、ちょっとこれからも自分磨きは怠らずやっていきたいなっていう感じです。はい。まあ、それは別に、相手が求めてるからそこに合わせてるわけじゃなくって、自分が相手が好きで、相手が自分にそれを望んでるから、あ、じゃあ、無理なくできる範囲でって感じでやってるので、全く苦ではないんですけど、まあそんな感じの考え方です、我々は。まあ、この辺はちょっと日本人同士のカップルとはだいぶ違う考え方かなって思います。はい。あと、料理の味付けですね。料理の味付けは、旦那さんには味噌汁は絶対頼めないです。なんかズッキーニ入れたりとか、出汁入れ忘れたりとか、いろんなことが起こるので、ちょっと味噌汁は絶対頼まないことにしていて、逆にパスタとかそういう欧米の料理はすごく上手なので頼むようにしています。あと、皮膚感覚。これ細かいんですけど、私的には結構重要で、あの、さっきも言ったんですけど、旦那さんの地元、カナダのケベック州っていうところめっちゃ寒いんですよ。本当に寒くて、私も冬に住んでたのでわかるんですけど、どれぐらい寒いかっていうと、マイナス20度とか行くんですね。ちょっともっと北のところに住んでる方には申し訳ないんですけど、私はもうそれが限界で、あの、まあ、マイナス20度ってどれぐらいかというと、皮膚という皮膚を全部覆わないと痛いんですよ。目とかも痛くて、まあ、まつげも凍ったりとかするので。なので、スキー用のゴーグルとかやってたりとか、まあ、もちろん首とか耳当てみたいなのやってる手袋とか、この辺は全部もうコンプリートして、皮膚という皮膚を全て覆わないと、ちょっと外に出るのもうきついなっていう感じです。でもなんか最近は温暖化の影響でちょっと暖かくなってきてるらしいんですけど、もう夫が子供の頃とかは、小学校行くまでに湖があるらしいんですけど、その湖が冬になると凍るので、スケート靴履いて、その滑って、湖の氷の上を滑って通学してたみたいなエピソード聞いて、はみたいだったんですけど、それぐらい寒いところです。なので、まあ、夫は、寒いのはすごい得意なんですよ。皮膚の多分感覚がもう私はカナダ人は違うと思ってるんですけど、なので、まあ、寒いところは全然平気。だけど夏は苦手なんですね。だから夏はもうエアコンの設定温度20度とかにしたがるんですよ。なので、できる限り私はもうリモコンを隠して夫が操作できないようにしてるんですけど、それぐらいもう22度とかにされたらもう本当に私はずっともう長袖を着てないと寒がりなので耐えられなくって、まあ、それくらいちょっとこの夫婦間で皮膚感覚の違いは大きいなって思ってます。そう。
日本の冬は多分ケベックの秋ぐらいですね。全然平気だと思います、向こうの人。タンクトップとかで夫は、去年の日本での冬過ごしてたので、日本で長袖着てたことは見たことないんですよね。まあ、そんな感じです、旦那さんは。はい。うん。で、あと、掃除とか整理整頓がすごく苦手です。これは、カナダに住んでた時に出会った周りの友人とかにも聞いたんですけど、カナダ人って本当になんか、まあ、ルーズなのか、イージーゴーイングなのか、のんきなのか、わかんないですけど、本当になんか汚くても気にしない人が多くて、まあ、もしかしたら土足文化だからとか、私が一個思ったのは、あの、夫曰く、小学校とか中学校で掃除をやったことがないって言ってたんですよ。まあ日本だと、小中高ぐらいまでは、まあ高校は公立私立で分かれるかもですけど、小中ぐらいは少なくとも自分たちで掃除するじゃないですか。で、そこで、掃除の仕方とか、窓のレールとかサッシはこういうふうに割り箸の先になんか布とかつけて、こんまり術みたいな、こんまりメソッドみたいな感じのことを、なんとなくやりながら覚えるじゃないですか。で、掃き掃除する前に上から埃が落ちてくるから、まず高いところから掃除して、最後に床を掃くとか、まあ普通に考えたら分かることとかでも、夫は分かってないので、掃除の仕方が分からないらしいんですよね。まあ、幼い時にやってないので。で、私が義実家に滞在してた時も、義母が掃除機かけてるのを見たことがあるの、本当に月に1回ぐらいで、それ以外特に掃除してる素振りもなかったんですよね。っていうぐらいです。はい。で、たまに私が汚れ気になって、掃除機かけたりとか、どこか掃除してたりしたら、もうなんか、すっごい褒められるんですよ。そんな感じです。カナダ人ちょっと汚いのになりすぎじゃねって思ってるんですけど。はい。あと、これ、個人的に一番大きな国際結婚してちょっと大変だったことかなって思うのが、仕事に対する考え方が私と夫で結構違くて、まあこれは私と夫っていうより、日本人対欧米人っていうふうにくくれると思うんですけど、あの、このカナダと日本っていうところで見ると、日本人って仕事の上に生活があるみたいな感じじゃないですか。なんか仕事のために働いてるみたいな、まあ、いわゆるワーカホリックな人とかも結構多いじゃないですか。夜遅くまで仕事したりとか、土日も家に仕事持ち帰ってやってる人とか、まあ、最近ちょっと減ったのかもしれないですけど、まあ、そういう仕事をメインで生きてる人とか多いと思うんですけど、まあ、それがいい悪いじゃなくって、なんかそういう国民性というか、そういう、まあ、国なのかなって思うんですけど、カナダの場合は、なんか、自分のマイライフがあって、マイライフがあって、マイファミリーがあって、マイジョブみたいな。仕事が優先順位割と低いんですよ。なので、私がたまに、義実家で日本と仕事してて、1日5、6時間とか部屋にこもって仕事してた時とか、いやなんかもう今日前は仕事頑張りすぎだから休んだ方がいいとか言われて、たった6時間でみたいな感じなんですよ。なんかそれぐらい、長時間労働を良しとしない国なのかなって個人的には思いました。そう。で、普通に平日の昼間からお酒飲んだりとか、パーティーが開催されたりとかするんですよ。バーベキューパーティーをしたことがあるんですけど、それも平日の4時とかに集合だったんですよ。みんな働いてるのにこんな平日の4時とか集まれんのって思うじゃないですか。みんな、なんかなんだったら3時ぐらいから来てるんですよ。で、普通に酒飲んでてみたいな。で、旦那さんに、みんな仕事してないの今日みたいな聞いたら、いや、なんかこのために早く切り上げてきたらしいよみたいな感じで言ってて、なんかもう、全然日本と違うなって思った記憶があります。そう。で、なんか前カナダに住んでた時に、旦那さんと一緒にカナダに住んでた時に、コンドミニアムの9階に住んでて、その9階の窓から、ちょっとちょっと離れたところにあるハイウェイが見えてたんですね。高速道路が見えてて、まあ、9階だから、渋滞が起きてるなとかもすぐわかるんですけど、その渋滞の、まあ、いわゆる通勤ラッシュの時間帯が、朝はだいたい7時とか7時半なんですね。まあ、だいたい日本と同じぐらい、ちょっと早いかなぐらいなんですけど、帰りの、退勤の
ラッシュが3時半とか4時とかだったんですよ。で、逆に5時とか6時になったらめっちゃ高速道路空いてくるみたいな感じで、みんな帰るの早くねみたいな思ってました。うん。あとはみんなもう家にさっさと帰って家族と過ごしたいんだろうなっていう印象があります。うん。私が義実家に住ませてもらってた時も、あの、みんな絶対5時に集まってディナーは全員揃って必ず食べるっていうルールがあったので、そう、普通に平日でも5時に夕飯食べてたんですけど、日本だとありえなくないって思って、だって5時に仕事終わる人ってどんな人って感じじゃないですか。っていうのを普通にみんなやってましたね。そんな感じです。はい。ちょっとこれまでいろいろお話ししてきたんですけど、私的に国際結婚が向いてる人ってどんな人かなって思って、自分自身も別に向いてるとは思ってないですし、今も、四苦八苦とか試行錯誤しながらやってる状態なので、そんな偉そうなこと言えないんですけど、国際結婚に向いてるなって個人的に思うのは、あの、今言ったようなことが、まあ外国人と結婚したらそんなもんだよね、みたいな感じで割と受け入れられる人は国際結婚いけると思います。逆に、日本にずっといるとか、あんまり海外生活がない、海外の文化とか暮らしになんか興味がなかったりとか、うん、あんまりこう知識がないとか知ろうとしないみたいな感じだと、ちょっとうまくいきづらいのかなっていうのは思いましたし、まあ、ある程度こう、海外に対して抵抗がないとか、キャパシティがある人が国際結婚向いてるというか、うまくいくんじゃないかなって思います。まあ、キャパシティに関しては私もだいぶ、今も拡大中っていう感じなので、日々いろんな問題にぶつかりながらっていうところなので、言えたことではないんですけど、まあ、そんな感じです。はい。まあ今日はこんな感じで国際結婚についてお話ししたんですけど、もしこんなこと聞いてみたいとか、こういう動画が見たいとかあれば、ぜひ言っていただければと思います。今ちょっと旦那さんが一時的に単身でカナダに戻ってるんですけど、また帰ってきて生活が落ち着いたら、一緒に日本で暮らしてる様子とか、猫もいるので、そういう暮らしの Vlog とか動画を作ってあげたいなと思いますので、ぜひ興味ある方はチャンネル登録とコメント、いいねお待ちしてますので、ぜひぜひお願いします。はい。ちょっと猫にも登場してもらおうかな。トミさん、トミさんちょっといける？そう横でずっといい子にしてくれてました。トミさんです。あの、漢字ではトム、リッチの意味のトムっていう風に書いて、トミーって読むんですけど、日本語でも英語でもいける名前がよくって、それにしたのと、リッチな男になれよっていうことでトミーにしました。ご視聴ありがとうございました。ではまたねー。